はい、シェーラザードも咲き始めました。今回は花数的には少し少なめかもしれないんですけども、多分2番花どっさり咲いてくれると思います。全体像としてはこんな感じです。お花が少なめでも枝ぶりが綺麗なのですごく素敵だと思います。続けてこちらはシェーラザードの2号です。今年はピンチなどをしてお花を咲く時期をずらしたりしなかったので、2号も1番花お花少なめですね。2番花はブーケのように咲いてくれると思います。お花は少なめだけど、その分大きめな気がします。いつもよりもお花が大きめな気がします。春の1番花だから大きいのもあるのかな。お花少なめでも株全体からいい香りがしてます。シェーラザードの1号もお隣に持ってまいりました。今年は豪華にいっぺんに咲かせてしまいました。お気に入りのバラをついリピートしちゃうっていう私の癖もあるんですけれども、自分でオリジナルのバラを作ってみたいという気持ちがあってバラの交配をしているのですが、それで一つはお母さんの株文字になってもらって、もう一つは花粉を取るように、もしくはお花を咲かせて楽しむようにという感じで考えて2鉢持っているというのもあります。上の方から眺めると一つの大きな株みたいに見えますね。去年から YouTube を始めて、で開花回転数とか細かくデータを取り始めたのがあるので、もう最速から咲かせて年間何回繰り返し咲くのかとか、きちっとデータが分かってから代わり番号に咲かせるように、効率よく咲かせるようにしたいと思っています。はい、こちらは河合先生のミニバラチムニーです。とっても素敵なお色ですよね。この子もお気に入りです。もう全部お気に入りですね、本当に。全体像としてはこんな感じで直立気味に育っています。お花を近づけても香りはちょっと分かりませんけども、もうこの一鉢でこのグラデーション、本当に素敵です。この子もたくさんつぼみをつけて年間通して咲いてくれるので、今年も楽しみにしたいと思います。はい、そしてこちらはいい香りがしてます。木村先生のル・サブリエです。すっごく美しいですよね。去年初めて咲かせてみて
感動したバラです。先ほどのチムニーと少しお色が今回似てますね。お花を近づけるとなんか化粧品とかにもありそうな洗練されたような香りの気がします。全体像としてはこんな感じです。でこの子は春一番に用土替えをしたんですけども、なぜか6号鉢に入ってますね。結構木村先生のバラってロサオリのバラというかお水やりの頻度が多い子が多い気がしていて、大きい鉢に植え替えないと危ないかもしれませんね。ちょっと撮影の角度を変えると今このように伸びてきています。誘引してあげた方がいいのかな。それと去年からオルトランを試しにやめてみてるじゃないですか。それでお花にアリが登ってくることが多くなったんですね。これとかアブラムシですよね、きっとね。でこの間母が来た時にもう素手でこうアブラムシを取ってポイって捨てちゃってて何も怖くないからこんなの手で取ればいいんだよって言われて、そうだなって手袋をしてですけども手で取ったり最近はしています。あんまりつぼみには薬をかけたくないなっていう気持ちが働いちゃうみたいで、今うちの香りの良いバラにはどれもつぼみにアリが群がっているような感じになってきてしまっています。こちらもですね、アブラムシに気づくのが遅くてつぼみのうちに追い払えなかったお花です。こうなっちゃうともったいないですからね、気をつけます。はい、ル・サブリエのお隣に河合先生のチムニーを持ってきてみました。かわいいですね。親子みたいです。はい、そしてこちらはティンディベスです。うまいこと全体に咲いてくれたと思います。全体像としてはこんな感じです。この子もバラを始めた当初にコメリさんで投げ売りをされていたのをいただいてきた子なんですけれども、こんなにうまいこといっぺんに咲いてくれたことがなかったので、今年はラッキーでした。とってもいい香りがしてきます。このシンプルな大きいお花と赤いしべが可愛いですよね。お花は早く終わっちゃうんですけども、割と何度もつぼみをあげて咲いてくれる子だったと思います。はい、そしてこちらもお気に入りのラジオです。今年も可愛く咲いてくれてます。今年も一番大きいお花にストライプ出ましたね。で、花を近づけるといい香りです。もう大好きな私好みの香りです。こっちのつぼみにももうストライプ柄が入ってますね。
かわいいです。全体像としてはこんな感じです。ハイブリッドティーで花数も少なくて、お花も咲いても2、3日ですぐ散っちゃうんですけども、でもどんなお花が咲くのか毎回楽しみで、本当に咲くのを心待ちにしているバラです。